今回は箱根湯本駅にやってきたのだ。箱根湯本は言わずと知れた箱根の玄関口、全国的にも超有名な温泉地ですね。新宿から小田急ロマンスカーで1本で来られるし、東海道線で小田原乗り換えで安く来ることもできるのだ。現在の時刻は午前9時半。ホームに降り立った瞬間からもう温泉街の空気が漂ってきました。ホームからは早川に架かる朱色のアジサイ橋もちらっと見えて、旅気分が一気に高まるのだ。そして改札前まで来てみると、外国人観光客がすごく多いです。駅構内には SIM カードを扱うお店やお土産屋さんも並んでいて、いつの間にか国際的な観光地になっているんだって実感しました。天気はあいにくの小雨なのだ。でも傘をささなくても大丈夫なぐらいです。この後止む予報なので、それを期待しましょう。それじゃあ箱根湯本の街歩きをスタートするのだ。改札を出てすぐ左手側に連絡通路があるのだ。柱や天井が木だったりして箱根っぽさを感じるのだ。こちらは悠々デッキという連絡通路で、駅前の国道1号線の上を渡っています。このデッキから反対側のバス乗り場やタクシー乗り場に行けるようになっているんですね。そしてデッキからは箱根登山鉄道の線路が見えるのだ。これがすごい傾斜なのだ。箱根登山鉄道は1919年に開通した日本でただ一つの本格的な山岳鉄道なんです。スイッチバックしながら急な坂をゆっくり登っていく箱根ならではの乗り物です。それにこのデッキから商店街を上から眺められるのだ。では悠々デッキを降りて駅前商店街を通ってあじさい橋に向かいましょう。まだ朝の9時半過ぎだから、お土産屋さんは品出しや開店準備の真っ最中なのだ。目覚めたばかりの温泉地っていう雰囲気がすごく良い感じです。朝早く来ないと見れない景色だね。あじさい橋に着いたのだ。早川に架かる朱色の欄干が印象的な橋ですね。もともとは誉橋という名前だったんですけど、1996年にあじさい橋に改称されました。箱根をあじさいでさらに発展させたいという願いが込められているそうです。でも橋の入り口が工事をしてたのだ。あじさい橋は駅前にあるので帰る時も来たんですが、ずっと工事をしてましたね。ちょっと残念だけど、それはそれとして橋の中央からは早川を見下ろせるのだ。本来なら川のせせらぎを聞きながら余剰に浸ることもできそうな風景だけど、工事の音で何も聞こえなかったね。でも橋も景色も見れたし、一旦満足とするのだ。あじさい橋から戻ってきました。改めて駅前商店街を歩いていくのだ。さっきは閉まっているお店が多いと思ってたけど、実はもうやってるお店もあるんだね。てっきり準備中かと思ってたのだ。外国人観光客が普通に買い物してて、開店済みだったことに気づいたのだ。すでにお店が開いてるなら、人が少ないうちに買い物してみるのもいいね。食べ歩きできそうなお店を見つけたので、ちょっと買ってみるのだ。お店の方におすすめを聞いて、限定の湘南しらす棒というのにしたのだ。こちら籠屋清次郎というかまぼこ屋さんです。1814年創業の小田原の老舗籠清の直営店で、揚げたてのかまぼこを棒に刺して食べ歩きができます。揚げかまぼこの上にしらすがたっぷり乗ってるのだ。かまぼこと焼かれてパリパリになったしらすの食感が良くてすごく美味しいのだ。揚げられているとはいえ、かまぼこの優しさが朝食にぴったりです。ごちそうさまでした。さて、商店街を歩いていてもう一つ気になったのがお店の看板。そう、セブンイレブンの看板が黒いのだ。横浜銀行とか相模信用金庫、ローソンもなんだか落ち着いた色味のデザインになっています。これは多分箱根の景観への配慮だね。箱根町には景観条例があって、屋外広告物にいろいろとルールがあるのだ。さらに箱根は富士箱根伊豆国立公園に指定されていて、自然公園法による広告物の規制も受けているみたいですね。だから全国チェーンのお店も箱根仕様の落ち着いたデザインになっているんだね。一応中に入ってみると、セブンイレブンは普通のセブンだったのだ。商店街からちょっと横にそれたところにあるのがこちら、箱根湯本鍵盤です。箱根湯本芸能組合の事務所と芸者さんのお稽古場を兼ねた施設なんです。毎月第1、
第3土曜日にはフラット芸者というイベントが開催されているそうなのだ。芸者さんの踊りやお座敷遊び、写真撮影などが楽しめるみたいですね。温泉街ならではの文化を感じられるスポットですね。1階は芸者カフェバー花というお店もあって、それは夜から営業しているみたいなのだ。商店街の端っこあたりまで来ました。そこから左に曲がると、今回のお昼ご飯候補のお店、初花そば本店に到着なのだ。本当はお昼に寄るつもりだったんですが、人気店だから行列で無理かもとも思ってました。時刻は9時55分。意図せず開店5分前に店の前を通ることになったのだ。並んでる人もまだ3人だけだし、ちょうどいいタイミングだし、ここで朝とお昼も兼ねた食事にしましょう。食べてる間に小雨も止んでくれるかもしれないのだ。初花は1934年創業の老舗で、箱根名物の自然薯そばを生み出したお店なんです。水を一切使わず、そば粉と自然薯と卵だけで打つおそばなのだ。戦後食糧難で小麦粉が手に入りにくかった時代に、初代店主が箱根の自然薯をつなぎに使ってそばを打ったのが始まりなのだ。そして実は今や全国のそば屋さんで定番メニューになっている山かけそばもこの初花が発祥なんです。もちろん頼んだのは山かけそばなのだ。発祥のお店で発祥のメニューを食べないわけにはいかないよね。美味しい。これ予想よりずっと美味しいのだ。自然薯のとろろがめちゃくちゃうまいのだ。温かいおそばにふんわりとしたとろろと卵、だしととろろの相性が抜群で自然の甘みが感じられます。途中で卵を割って混ぜると味変になってまた美味しいのだ。そして意外な発見がもう一つ。七味と相性がすごく良かったです。七味って強い香辛料だから繊細な味を壊しちゃうかなって思ってたのだ。でも全然そんなことなくて、そばも自然薯もちゃんと引き立ててくれるのだ。ここのおそばとてもおすすめです。期待した通り小雨も止んでくれたのだ。一応折りたたみ傘も持ってきてたけど使わずに済んだね。初花の近くに歴史的な旅館があるので見に行くのだ。万水楼福住です。創業はなんと1625年、寛永2年なんです。今からちょうど400年前から続いている箱根屈指の老舗旅館なのだ。2002年には現役の旅館として初めて国の重要文化財に指定されました。明治の偉人たちが宿泊したことでも知られていて、徳川慶喜、伊藤博文、福沢諭吉、西郷隆盛、木戸孝允、日本史の教科書に出てくるような偉人ばかりなのだ。万水楼福住から歩いて10分ほど、正願寺に到着なのだ。鎌倉時代に地蔵信仰から生まれたお寺で、江戸時代には東海道を行き来する旅人の信仰を集めてきたそうです。境内に入ると赤色のよだれかけをした大きなお地蔵さんが迎えてくれるのだ。頭が大きくて3頭身ぐらいのちょっとマスコットっぽい雰囲気なのだ。これは石像大地蔵と呼ばれているもので、もともとは小田原城主稲葉氏の菩提寺である長江山正泰寺にあったお地蔵さんなんです。正願寺の地蔵菩薩像が消失した後、その身代わりとしてここに招かれたんだそうです。それからこの正願寺は曽我兄弟ゆかりのお寺としても知られているのだ。日本三大仇討ちの一つとして有名な兄弟の供養のため、裏山には曽我堂があるのだ。正願寺を出て次の目的地を目指すのだ。ただ道中がなかなかの難所でした。狭くてくねくねした下り坂で、落ち葉や急な階段がいっぱいあって、雨上がりだから滑りやすくもあって若干怖かったのだ。距離も10分以上あるし、徒歩で行くような道のりじゃなかったかもね。体力に自信がない方は車やバスを使った方が安心です。そんな道のりを乗り越えて到着したのがここ玉だれの滝と飛燕の滝なのだ。箱根湯本でも有名な観光スポットの一つで、旅館天泉園の敷地内にある2つの滝です。宿泊者じゃなくても無料で見学できます。ホテルの駐車場ゲートの奥が入り口で、ちょっと分かりにくいから注意なのだ。入り口から進むとまず手前にあるのが飛燕の滝。高さ約20メートル、幅約10メートルの規模があります。燕は煙っていう意味で、岩肌を細い水筋がいくつも流れ落ちる様子からその名前がついたのだ。
ただ実はこの飛燕の滝は人工的に復元されたものなんです。1923年の関東大震災の時に土砂に埋もれ渇水してしまい、人の手によって今の姿に戻されました。滝の前には池があって鯉が泳いでいるのも風情があるのだ。そして2つの滝の間にある石段を上がっていくと玉垂神社があるのだ。箱根神社、九頭龍神社の唯一の分宮で縁結びの神様として知られているのだ。お参りを済ませてもう一つの滝へ向かいましょう。こっちが玉垂の滝なのだ。高さ約8メートル、幅約11メートル。こちらは天然の滝です。苔むした岩肌から幾筋にも分かれて流れ落ちる水が玉すだれのように美しいことから玉垂の滝と呼ばれるようになりました。滝の前にはしめ縄がかかっていて神聖な雰囲気が漂っているのだ。滝の脇には看板に歌人の与謝野晶子がこの滝を詠んだ歌が紹介されているね。山荘へ玉垂の滝流れ入り、百望の火をもてあそぶかな。玉垂の滝の風景を愛して歌を残したそうです。他にも自由律俳句で知られる荻原清泉水の俳句も紹介されていて、文人たちに愛されてきた場所なんだなって感じられます。そしてこの滝の源流となっている湧き水は古くから延命水として親しまれてきたのだ。箱根外輪山の伏流水で箱根越えをする旅人たちに潤いと活力を与えていたそうなのだ。今回の散策でここが一番良かったスポットだったね。来るのは大変だったけど本当に来てよかったのだ。2つの滝、神社、湧き水、それに足湯をしながらお食事もできます。箱根湯本に来たらぜひ立ち寄ってほしいスポットです。玉垂の滝を満喫した後は次の目的地へ向かうのだ。ここまでの道のりとは違って緩い下り坂で歩きやすい道だね。横を流れる川を眺めながら気持ちよく歩いて10分ちょっと。そして到着したのが総雲寺なのだ。1521年に創建された臨済宗大徳寺派のお寺です。あの戦国大名北条早雲の菩提寺なんです。実は箱根湯本の町はもともとこの総雲寺の門前町として始まったと言われているのだ。箱根の玄関口の原点がここなのだ。直接総門をくぐることはできなくて、その横の道から入ることになります。参道というよりは公園のような開けた空間が広がっていますね。ベンチもあってちょっと一息つけるような雰囲気なのだ。そして奥にもう一つ本堂への入り口の門があります。そこをくぐると見上げるほど大きな木が何本もそびえていて思わず足が止まりました。本堂の脇には北条5代の墓があるのだ。右から早雲、氏綱、氏康、氏政、氏直の順番で5代の当主が並んでいるのだ。ただしここは実際に埋葬されているわけではなくて1672年に子孫の北条氏治が建てた供養塔なんです。それからもう一つ注目したいのが首楼の梵鐘なのだ。これは秀吉が小田原を攻める時に石垣山の一夜城で使われたと言われているのだ。1590年の小田原攻めの際、秀吉はこの総雲寺を一時的に本陣にしていました。でも石垣山に一夜城が完成すると用済みとばかりに総雲寺は焼き払われてしまったんです。そして江戸時代に再建されたのが今の総雲寺なのだ。本堂の拝観は毎年11月初旬の3日間だけ特別公開されています。歴史好きにはたまらない場所と言えますね。さて総雲寺を出て道を渡るとすぐ目の前にあるのが白山神社なのだ。こちらも箱根湯本ゆかりの古い神社で創建は738年。箱根湯本の温泉の守護神として地元の人々に崇められてきました。急な石段を登っていくと本殿があるのだ。そしてその奥には大きな岩がドーンと置かれているのだ。これが秀吉が小田原攻めの際に休息したという言い伝えのある大岩です。神社の案内板によると秀吉はこの大岩を背に休息して小田原方面を見やりながら石垣山一夜城築城の層を練ったとも言われているのだ。この大岩から本当に小田原のお城が見えていたのかもしれませんね。総雲寺と白山神社をセットで歩くと秀吉の小田原攻めのストーリーが見えてくるのだ。歴史の舞台がふらっと並んでいるのが箱根湯本の面白いところだね。
次の目的地は箱根町立郷土資料館なのだ。箱根の歴史を体系的に学べる施設だね。白山神社から歩いて10分少々です。入館料は一般300円。箱根が湯治場から温泉観光地へと移り変わっていく歴史をたどることができるのだ。常設展示のキーワードは温泉と道の2つ。江戸時代の箱根七島から現在の箱根十七島へと発展してきた歴史が紹介されています。箱根の歴史を一通り学べるいい時間だったのだ。そして実はこの資料館の正面に箱根町役場があります。せっかくなのでちょっと寄っていくことにしました。庁舎の中にはちょっとした展示スペースがあって、箱根の資料が少しだけ展示されていたのだ。広めの休憩スペースもあってテレビも見られます。お昼だからかパン屋さんが入り口ロビーで営業していました。意外だったのが役所の窓口があるエリアの雰囲気なのだ。打ちっぱなしのコンクリートの天井や壁、年季を感じさせる雰囲気。昭和の公共建築らしいちょっとレトロな空間で、ある意味資料館よりも目を引きました。役場を後にして再び紫陽花橋を渡って商店街に向かうのだ。時刻は13時過ぎ。雨もすっかり上がって紫陽花橋も朝とは違う雰囲気になっていますね。朝はちらほらと開店準備をしていた商店街もすっかり賑やかな観光地らしい姿になっているのだ。朝の静かな雰囲気も良かったけど、こうやって観光客で賑わっている様子もいかにも温泉地の商店街っていう感じで好きですね。気になっていたお店の一つがまんじゅうや菜の花なのだ。明治時代から続く老舗和菓子店ですね。看板商品は箱根のお月様という温泉まんじゅうで、しっとりもっちりとした皮が人気なんです。栗が丸ごと一つ入った月のうさぎもお土産にすごく人気なのだ。お土産に買って帰るかかなり迷いましたが、今回はスルーしちゃいました。いっぱい歩いてきたし、そろそろ休憩したい気分なのだ。ちょうど良さげな喫茶店を見つけました。純喫茶マイアミです。入ってみると店内はすごく落ち着いた雰囲気の純喫茶なのだ。お客さんも少なくてちょっとした穴場かもしれないのだ。注文したのはアイスカフェオレ。本当はナポリタンも気になっていたんですけど、残念ながら品切れだったね。すっきりした甘さで美味しいのだ。静かな店内でリラックスできる時間でした。休憩もできたし、最後にもう一度商店街をぐるっと回って駅へ向かうのだ。箱根湯本は坂も多くて結構ハードな散策だったね。歩いて巡るならそれなりに体力と時間を見ておいた方が安心です。でもそれを乗り越えてでも訪れたいスポットがいくつもあったのだ。朝の静かな商店街と午後の賑やかな商店街、両方の顔を楽しめたのも良かったですね。朝早くから来て正解でした。箱根といえば温泉に泊まりに行くイメージが強かったけど、新宿からロマンスカーで1本、東海道線で小田原乗り換えでも来られるし、意外と日帰りでも来やすい場所だったのだ。日帰りでも十分楽しめたね。時間的に日帰り温泉に寄るっていうのもありだったかも。箱根の玄関口として有名な街だけど、ふらっと歩いてみると歴史も自然も温泉街らしい風情も全部ぎゅっと詰まっていたのだ。アジサイの季節になったら強羅まで足を伸ばしてみたいね。箱根の魅力はまだまだ多いですから。ということで動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。動画作りの励みになるのだ。